はい、BL with あきこチャンネルへようこそ。今回もスペシャルゲストにお越しいただいています。羽賀隆監督です。イエーイ。羽賀隆と申します。よろしくお願いします。羽賀さん、なぜ BL with あきこ BL チャンネルに来ていただいているかというと、25時赤坂でのシーズン2で監督を務められて、5話と6話とスピンオフということでいかがでした？ちょっと終わって時間経ってるかとは思うんですけど、もう本当人生で一番幸せな時間を過ごせたなっていうぐらい楽しかったですね。それはどのようにBL だからかな。僕がですね、初めてその商業、本当ほぼ商業初なんですよ、今回が。で、今まで実制作に近い形でずっと映画を作ってて、やっぱりどうしてもですね、自分が多くの作業を同時にやる必要があって、はい、カメラマンやったり監督やったり編集やったり、なんなら制作部みたいなこと、はい、制作部っていうのはその画面の後ろでいろいろスケジュールを考えたりとか、なんかご飯を用意したりとか、はい、なんなら資金がどれだけ今足りてるかどうかとか、そういうこともやったりするんですけど、そういうのをやりながら全部のことに気を回す必要があって、どうしてもその自分の想像を思いっきり超える瞬間っていうのをなんかいろんな分野でやれないんですよね。はい、自分がやりたいからこうなっていくっていう中で進むんですけど、今回やっぱりいろんなスタッフたちがそれぞれしっかりドンといてくれて、で僕がこうしたいって言ったやつにさらにいろんな肉をつけてくれたりとかして、今シーンがどんどん魅力的になっていくんですよ、僕の想像よりも。で自分の最初に想定していたその映像っていうのがどんどん高いレベルに上がっていくのをあらゆる瞬間で感じることができたんで、それがあまりにも幸せでですね、見ながらちょっと涙流しながら撮ってましたね。すごい現場で涙を流してます。そうですね。涙もろいんですけど僕は。なるほど。はい。幸せだったな。それ今のお話だけだと、この作品でなくてもっていうふうにちょっと意地悪なんですけど聞こえてしまってスタッフが優秀な商業作品だったら幸せっていうお話かなと思っちゃったんですけど、この作品ならではの幸せ感っていうのはあったんじゃないかと思うんですけど、でもね、相当あって、やっぱりこの作品ってとても撮るのが難しいんですよね。25時赤坂でってすごく繊細なタッチで、役者の美しさだったり力強さだったりをやっていかなきゃいけなくて、でやっぱり BL 作品ってなんかすごくバカにするようなことを言う人がすごく多くて、それが自分には全く理解できなくて、とても難しいものだと思ってるんですよ。なんだろう、なんか恋愛って誰でもするものだなって思うんですけど、でも今のこの日本の社会を考えた時に僕が感じるその恋愛と、実際その当事者の方たちの恋愛って社会が向ける視点が、いい方向に変わったり悪い方向に変わったりどんどん変わっていってるとは思うんですけど、それでも今ものすごく日本の状況って悪いと思っていて、その中でどう見られているかっていうことが全く自分と違うってことを考えた時に、それでも BL ってポジティブになんか僕は願いを込めて作る作品なのかなと思っていて、なんかその甘い現実を甘くするものではなくて、こうあったらいいのになって思いながら作る部分が多いと思うんですよ。でその願いってなんかただ能天気にやってるって思われたらすごく嫌で、だからすごく真摯に取り組む必要があって、そういったところがすごく難しい内容で、実際スタッフたちとも最初に一緒にやるってなった時に、とても難しい内容ですが頑張りましょうってみんなで言いながらやってて、だからなんか一つもですね、そういうなんか手を抜けないというか、手抜くってことじゃあんまりないんですけど、より実際考えることが多いと思うんですよね。今回その昼の夢のスピンオフの支援をやってくれた宇佐君は、もうやっぱ演じるにあたって、絶対にその当事者の人たちにとって、なんかこれ絶対に違うとか、なんかすごく違和感を持たれたりとか、舐めてるように思われるとかってことは絶対にしたくないって話を一緒にして、それでいう高い意志が絶対必要な分野だと思っていて、
なのでそういった形でやっていくとそういうチームワークもすごく高まっていって、そういったところでよりその幸せを感じたというか、やっていて自分が幸せだなと思ったのはそういうその資料の配慮の部分だったり、しっかりいろんな人たちのことを考えなきゃいけないっていう部分も共有できたことで、よりその高いチームワーク作れたこともあったなと思って、今回その自分が泣いてるっていうのは必ずしも高いクオリティだったからだけではなくて、この作品がこういう題材でしっかり撮らなきゃいけないからっていうところが、より多くなんか起因したなと思ってるんですよね。すごくいい体験だったなと僕は思いますね。ありがとうございます。ちゃんと、ズバリ確信についたお話をさすが羽賀さんなので、もういきなり出てきたなと思ったんですけども、BL ってそう現実の社会よりも確かに同性愛が受け入れてる人が多い社会、社会っていうかその周りの人が受け入れてるっていうのを描くんですけど、それは能天気に何だろう現実の問題とかない宇宙船世界線だよとかっていうことじゃなくて、まさにおっしゃったように祈りを、だから頑張ればそういうふうにできる、そういう社会にできるはずだよねっていうことを祈りとともに、そしてまた社会運動じゃなくてエンタメの形で胸キュンさせながら両立させてるってものだと思うんですね。それで私 BL 進化論っていう本を出したりしてるんですけども、これ韓国語なんですけど、何を進化系 BL って呼んでるかっていうと、同性愛嫌悪とかホモフォビアやなんかを乗り越えたいと思ってる人にヒントを示すような表現を、現実にはそこまでじゃないけどもちょっと先っていうかいい意味で先を祈りを込めて描いているような作品を進化系って呼んでるんですよ。昔の俺はホモなんかじゃない、お前がお前だから好きなんだ、バーレイプみたいな作品から進化してきた作品だっていう意味と現実からホモフォビアを乗り越えたい、現実のホモフォビアを乗り越えたいと思っている人たちが乗り越えるためのヒントを与えるようなヒントを与えるような進化を促すっていうような意味で、でそういう意味で特に実写 BL の作品の中でももっとエンタメに集中しているものもあるけれど、現代日本が舞台で、それで、もしこの人たちが本当に今現代日本にいたら、男性同士でカップルのゲイの俳優さんっていうことになるなっていう次元も絶対に 100% 忘れるっていうのはよくなくって。ありえそうなギリギリありえそうな形で社会全体はまだ受け入れてくれないかもしれないけど、周りの人が受け入れているだとか、あと他の作品でも家族にはカミングアウトするであるとか、そういうようなものが描かれてるってことがすごい重要だしって思っているので、そういう意味でそんなことをずっと見ながら気にしてたら胸キュンもなかなかしにくいので、全編それを前面に出てくるわけではないんだけど、そのエンタメ的な胸キュンを提供したりする部分と、でもしっかりした現実認識とその良くない現実を変えたいっていう祈りがあることは分かる作品っていうのはすごい重要だなと思って、いきなりもうそれを言っていただいて嬉しいなというふうに開幕から思いました。ありがたいことです。でそれを、俳優さんも共有されてるっていうことは素晴らしいですね。なんでしょうね。こういうの好きな人ってこういうの男の子同士でイチャイチャしてればいいんでしょみたいな人もいないとは限らない感じもしているので、作品によってはあるかもしれないですよね。だからそうではないっていうことを俳優さんも思われてるっていうのは嬉しい話でしたね。でこれで
なんでしょう、私が羽賀さんとお会いしたのは、その自主制作で作られた「愚か者」っていう素晴らしいシスターフッドの映画を、いろんな映画祭回ってらっしゃる時にスキップシティ国際 D シネマ映画祭っていうところで2019年に拝見して、話しかけたっていうところだったんですけど、でその後ちょっと解説みたいなものを書かせていただいたりとかしたんですけども、ありがとうございました。本当にシスターフッドから BL にっていうのはどういう流れでなったんですか？まずこのシスターフッドの作品を作った時に「愚か者」という作品、こちらすごく映画祭で好評をいただいて、である時に僕はスキップシティと田辺弁慶映画祭ですごい賞を受賞して、そっちの代表として選ばれて、あらゆる映画祭、日本のピアだったりとか、そういういろんな映画祭のグランプリとした作品を全部集めて一気に上映してみようという企画があって、でそれをフィルムセンターでやった時に、フィルムセンターなんですね。そうですね。それぞれですね、監督が好きな監督を呼んで対談していいっていう条件がついてて、僕は沖田修一監督と一緒に話したんですけど、でピアのグランプリ取った監督が犬童一心監督を呼んでいて、でその当時犬童一心さんと一緒に作品を作っていた江川さんというプロデューサーがいて、でその江川さんがその全部集められた作品を見た中で、その愚か者がちょっとあまりにもすごくよくできてて、すぐに名刺を交換してくれて、あなたたちと一緒に作品作りたいですと言ってくれて、それからそのいろんな企画を考えたりとかしていく中で、実際にその形になった作品はなかったんですけど、25時赤坂でやらせてあげたいなって話になって、シーズン1の時にもちょっと入れたいみたいな話はちょっとあったらしいんですけど、やっぱりうまくいかなく、シーズン2で、他の監督の安川さんと船引さんが協力を消してくれて、僕のことを入れてくれて、そこからスタートしたという感じですね。でそのシスターフッドからその BL になったっていうのも、なんか結局、作品をですね、監督が持ち込み企画で成立する場合もあるんですけど、大体はやっぱりそのオファーをもらってやるかやらないかってなった時に、25時赤坂でってすごく素晴らしい作品だよなと思ったので、絶対やりたいなと。ただ、あまりにもそのクオリティがシーズン1高いので、どうやったらこのシーズン1よりやっぱり面白いものを作らないといけないなっていうふうにやっぱ思ってたので、そう考えながら参加していたって感じですね。なるほど。そうですか。ってことは2019年の自主制作の「愚か者が」映画がこのお仕事にもつながったということですよね。なるほどね。本当になんていうかまさにこうポートフォリオ代わりに映画作品を作ってしまうっていうか、ポートフォリオってすいません美術のアーティストなんかだと作品の写真とかをまとめたブックを作るっていう、そうですか。なるほど。その私昔何年かフィルムセンターで客員研究員っていうのをやってたんですけど、その企画はフィルムセンターの企画なんですか、ピアとかの企画？フィルムセンターだった気がしますね。そうですか。いいですよね。やっぱり全国のいろんな映画祭見に行ったりなかなか大変なので、まとめてくれると。どれも面白かったんですかね。なるほどなるほど。そういったそのドラマとか全然詳しくなくって、その映画監督が3人もう最初からいらっしゃって、この25時の場合、私がドラマ昔だと例えば、三池崇史総監督で、深夜ドラマで最初と最後は三池さんがやるんだけど、途中のところは三池さんのお弟子さんみたいな人が監督するみたいなやつは覚えがあるんですけど、この25時赤坂では最初から3人いらっしゃって、それでファーストセカンドサードって一応位がついていて、っていうの、これは割と一般的なフォーメーションなんですか？そうですね。そのチーフ監督っていうのがいて、セカンド監督がいて、サード監督がいてっていうのはよくあって、それをフォースになったりフィフスになったり5人になることもあれば、2人だけでよくないかって言って2人でやることもあったりとか、ダブルメインとか、いろんなパターンがいっぱいあって、その仕上げのスケジュールと、その撮った後に編集して、オンエアのまでに間に合わせなきゃいけなくて、っていうのを考えたりすると、一人で全部やるのはやっぱ難しくて、っていうふうになることは結構多いですよね、やっぱり。
その場合は、ファーストセカンドサードと言っていつつ、はいファーストの人が全部を監修して変えさせるとかそういうことではなく、それぞれがやるっていうことなんですね。そうですね、多分人によるんでしょうけど、はい今回安川監督はてかその今回のその編成自体が江川さんが脚本会議はいに監督も3人とも全員呼んで一緒に作っていこうという中でやったんですよ。はいなのでなんかお互いが知らないことがほとんどないまま進んでいったので、はいお互いが物語のいろんなアイデアを出し合ったり3人がいろいろ出してどんどん作っていったところもあって、なんかそのみんなその上下関係がなくてすごい対等な感じで作っていって、それぞれみんな自由にやっていいですよみたいな話で進んで、そこはその安川監督のすごい裁量が素晴らしいなと思って、ハガワールドでやってくださいって言ってくれて、ありがとうございますっていうふうに、ほとんどそういったその意見の齟齬みたいなのがあまりなく進んでいったので、そこはやっぱりその脚本会議をずっと一緒に参加したっていうところも大きくて、何ヶ月もね一緒にやったので3月ぐらいだったかな、で撮影が7月の末からだったので4ヶ月間ぐらいずっと一緒に、ああでもないこうでもないって言いながら作っていったので、絆も深まり、頑張るぞみたいな感じでやっていったので、そのやり方が非常に良かったなって自分は思いましたね。その江川さんがねこれやっていこうっていうふうに言ってたんで、さすがのプロデューサーだなと。それって、本読みとかもするんですか、俳優さんと。しましたね、結局第1話の部分だけやったのかな、すごくうまくいっていて、これ大丈夫じゃないか、このまま進めようっていう形で、やっぱりもうシーズン1でみんな掴んでるので、いいですねみたいな形で進んでいきましたね。でもやっぱりそのシーズン1と監督自体がやっぱ違うのもあって、多少そういったところもあるんですけど、それはそれでまた監督変わった面白さが出るんじゃないかっていうところで、ポジティブに進んでいったりもしていましたね。なるほど。25時赤坂で漫画の原作の、夏野弘子先生は存じ上げないんですけど、担当編集者の梶川めぐさんを存じ上げていることがあって、一昨年のシーズン1の放映中ぐらいにちょっとたまたまお会いできることがあって、なんかちょっと様子を伺ってたりとかもしたんですよね。でその後もメモリアルブックの中でも夏野先生と梶川さん、選手の梶川さんと、あとそのプロデューサーの江川さんとの3人の定談が出て活字にもなってるんですけれども、もうこの作品を実写化するのはすごくこう手間がかかるっていうのはもう最初から分かってたので、梶川さんの方でそれまでのお仕事の中でこの方だったら、私の言葉でぶっちゃけ言ってしまえば手間かけてやってくれるっていう思う方にちょっとお話を持ってったと。梶川さんの言い方だとこう一緒に乗り越えてくださるみたいな言い方だったかな。で私それすごい素晴らしいなと思って、その原作側からそういうことで他からもいっぱいオファーはあったんだけどもずっと断ってて、ただ原作がすごく部数もまとまってきた時にやっぱり実写化はやりたいっていうことになった時に江川プロデューサーにお話ししたっていう、そこからっていうふうに私が伺ってたし、もう活字にもなってるんですけど、今のシーズン2がうまくいったっていうお話を羽賀さんから伺っても、やっぱりプロデューサーさんの力が大きいんだなってすごく思いますね。そうですね。だからそういう意味では、ドラマっていうのはシーズン1と2で監督さんが変わってもその同じプロデューサーさんがそこは継続してなさるっていうことっていうのがあるんだなっていうのをちょっとドラマ全然詳しくないので今知った感じでした。ありがとうございます。そうですね。で特になんか印象に残って監督としてやってて印象に残ったシーンとかっていうのはありますか？ありすぎるかもしれないですけど。いっぱいもうほとんど全部良かったんですけど、なんかやっぱり印象に残るのって自分が、僕の場合は撮影に入る前に頭の中で、これやれば絶対面白いっていう、その24分のどうなったら24分間の完成形を頭の中で作るんですね。そのためにその絵コンテを描いたりとか、そういうことはするんですけど、
でロケ地を巡ってこういう場所でこういうことしたら面白いだろうってことをすごい考えて、事前にもう最高に面白いものを一回頭に作るんです。はいで現場に入っていった時にそれをヒュルって超えてくれる瞬間があって、それは特に役者がこのセリフじゃなくてこういうふうに言いたいとか、ここで自分からこう言われて抱きつくシーンだけど、自分から何も言わずに彼を抱きしめたいんですけどどうですかとか言われた時に、すごくエモーショナルシーンになったりしていくのを見るのがすっごく幸せで、で今回やっぱり僕がそのシーズン1を監督として参加していなくて、途中から参加しているようなイメージなんですね、シーズン1から2の、監督陣は全部入れ替わってるので、そういうイメージあると思うんですけど、なので僕よりもずっとこの世界だったりこの役だったりに詳しい役者陣とやっていくときに、その想定を超える瞬間っていうのはもうポンポン出てきて、それがね、うわこれは素晴らしいなって思いながら、で超えられちゃうとやっぱ嬉しくて泣いちゃうみたいなところが結構あってですね、それ第5話で白崎がオーディションを受けるっていう場面があって、でここはもうそもそもワンカット長回していくってことは役者には伝えたんですけど、ここフラッシュバックするシーンの予定でもあったんですよ、頭の中でいろいろ言われたことを思い出しながら、どんどん言葉が出てくるっていうシーンだったんですけど、それ全部新原君全部表現できるなっていう話をしていって、僕もできると思いますし、ないんだったらこういう言葉足したいんですけどいいですかって言った時に、ちょっとねそのセリフがオーディションとして白崎として喋るだけじゃなくて、その「雨と懺悔」っていう舞台を、作っていく物語なんですけど、その「雨と懺悔」っていう作品に登場する室賀っていうキャラクターが出てくるんで、その室賀が喋ってるような言葉でちょっとここ行ってみたいんですけどって言った時に、それすごいアイデアだなと思って、白崎としてだけじゃなくて、ちょっと一瞬だけ室賀の顔が一瞬出てくる部分があって、それってやっぱりその想定全くしていなかったので、見た時にちょっとおおって圧倒される気持ちになり、でその気持ちが分かっていった中で、そこから白崎の顔が浮かんでくるってなった時に、なんてこんな綺麗な顔するんだろうと思って、ちょっとねその緩急がそのワンカットの中でいろんなことが起きるので、新原君すごいなと思って、それ感動して、でもう一つはこれも本編第5話の最後のシーンで、結局この回では白崎と葉山の2人が何かを手にして何かを失うみたいな部分がテーマになっていて、で白崎は雨と懺悔の主役は手に入れたんですけど、葉山がやっていた CM の仕事はちょっと選ばれなかった、選ばれたい選びたかったみたいな部分がなる話で、葉山は雨と懺悔のオーディション最後まで受けたかったけど、いろいろ自分が求められている仕事と違う部分があるとか、そういうことで映画に出ることを決断して、雨と懺悔が受けれないってなった時に、僕自分がずっとやりたいと思っていた役ができない感覚ってすごくなんか失恋に近いんじゃないかなと思って、その恋焦がれて、その人の気持ちに寄り添いながら演じると思うので、役者って、で自分がやりたいその原作の映画とかがやれないことって僕もあったりしたので、すごく理解できて、でどんな顔になるんだろうなっていうのが、やっぱり脚本上では、葉山はこういう顔をするっていうと書きは書いていなくて、役者に委ねるように書かれてて、それは素晴らしいなと思ってて、で僕自身をどんな顔するか分からないまま現場に入って駒切君と話しながら作っていた時に、どうしてもですねこの役ができなかったっていうその苦しい感情、マイナスの感情だけじゃなくて、やっぱできなかったけどそれでも前を向いて選んだその映画に進んでいくっていうちょっと前向きな気持ちがちょっと見たいなって話をしていたら、その本棚に雨と懺悔の原作小説しまった後に、その駒切君がですね、その上に飾ってある昼の夢クランクアップみたいな写真があって、その写真が自分が目に入ったらすごく前向きな気持ちになって、ちょっと笑って前に進めるかもしれないって話を提案してくれて、それすごいこと言ってくるなと思って、なのでその目の動きが本当に美しいんですよね、駒切さんって。それで視線を上に移した時にニコって笑って、
画面の外に消えていくっていう場面が撮れた時に、まあ、そこも自分ちょっと泣いてしまって、まあそれもまた想定してない芝居だったので、やっぱりその現場って生もので役者の肉体を借りて物語が、語られていくので、そういった瞬間に立ち会えるっていうのはもうすごい幸せなかったなと思って、本編でもその2つはすごく印象に残っていて、よかったですね。いやなるほど、また見返したくなりますね、そう言われると。はい、今回スピンオフもあって、オリジナルエピソードでね、なんですけども、俳優さんの名前だと宇佐さんと南雲さんが主役っていうことで、すごい良かったですね。なかなか新鮮な、感じで、23分ぐらいで、部屋で見てる葉山と白崎と、部屋で見終わった葉山と白崎と電話で話すっていうのがあって、だから実質21分ぐらいでですよね。そうなんですよ、本当に、すごいですね。すごいハイテンポで、これ脚本家の沼田君が、当時ちょっと、今でも流行ってるんですけど、ガンダムのジークアックスっていう作品があって、あれがありえないぐらいすごいテンポで進むんですけど、全部気持ちも理解できるし、ガクンってノックアウトされるようなセリフがパンと出てくると、あっという間にその人物たちの葛藤を解決するシーンとかがたった3秒で書けてしまうんだとか、そういうことを言った作品で、それを見た沼田君がですね、結構俺ジークアックスでいくみたいなことを言い出し、ジークアックスやるのみたいな。で実際そのジークアックスをどういうふうに作ってたか、その作り方の話とかも聞いたりして、こういうやり方やってるんだなみたいな。じゃあ我々もこれ実写でやってみるかっていうことを考えた時に、とにかく視聴者が混乱しないようにハイテンポで進むので、同じアングルで全く違う状況をジャンプショットで描いたりすると、それだけで今この人幸せだったのにこの日は幸せじゃないんだなっていうこととかが明確に分かるような撮り方をたくさんしたんですよね。だから同じ撮り方だけど何か違うことが起きてたり、同じことが起きなかったりっていうことで、どんどんすれ違いが映像で見て分かるようにっていうのをやっていけば、この脚本をしっかり面白く撮れるんじゃないかっていうので、最初やっぱりそのハイテンポで進むんで、宇佐君と南雲君もこのハイテンポ感どういうふうにやっていくかっていうので、今まで経験したことのないテンポ感だと思うんですよ。でもこれ絶対いけると思う。なんでかっていうと、ワンカットワンカットしっかり大事に撮るし、このテンポ感がむしろ2人のドラマを加速させるから必ずいけるみたいな話した時に、なんかすごい腑に落ちた感じになって、でその本読みをですね、そのグランピング場で最初の初日撮影だったんですけど、まず1日目は僕らのスピンオフの撮影はほぼせず、その実機撮影ぐらいはあったんですけど、まず本編の方の第2話用のグランピングの撮影をメインに行い、その裏で僕ら3人で本読みをまず行っていくと、でやっていって、すごくその時点で2人ともものすごいやる気だったんで、もうほぼ完成されてて、すっごいいいなと。ちょっとした言い回しとかそのイントネーションとかそういったところを直すことあったんですけど、もうまず作られてる、で2人がもうどんどんそうやって作っていって、ラブシーンがファーストシーンで撮られるっていう状況ではあったんですけど、それでもちょっとあまりにもですね完成度高くて、2人で細かいその体の位置だったり、ぐるって回る瞬間だったり、でこういうふうにやっていこうと思うんですけどってなった時に、カメラワークとかも全部そこでバッチリ決まって、自分としてはこっち見てくれると奥に窓があるからこうしてほしいとか、それくらいのことは言ってなくて、もうすごいいい振り付けになってると思って、でこれはもう2人のこのやり方に委ねた方がいいなってことはもう2人で作ってきたっていうことですよね。そうですね。あと現場でもさらにそれを昇華させていってて、どういうふうにこれが生まれていたか詳しいことは僕もわからないんですけど、出されたものがあまりにも良くてテストで、もうこれはすごいシーンになるなと思いながら撮影していきましたね。なるほど。あれはもう感動でしたね。スピンオフは本当にその2人のやる気に満ち満ちてて、なんか自分の想定を超えなかったシーンがワンカットもないなっていう、全部美しくて力強くて良いお話を聞きました。そう
ガス・バン・サント監督のはい、マイ・プライベート・アイダホっていうのがすごい好きで、はい、1991年の作品だと思うんですけど、はい、キアヌ・リーブスとリバー・フェニックスがはいアイドル俳優だったところからの、ちょっと転機っていう感じでストリートハスラーはい談笑の役をやって、でリバーの方が本当はでもキアヌの方のことを仲間だけじゃなくて本当に恋愛の意味で好きなんだっていう解釈をリバーがして、はい、だから焚き火のシーンで真剣にこう告白するシーンをし合いって言った時にガスパン・サント監督が脚本の監督なんですけどオリジナルの、やっていいよって言ってそれでリバーがすごい作ったと。でそのシーンが1991年っていうとまだそういう男性が男性にすごい告白を真剣にするっていうシーンってなかったんですよねほとんどね映画で。でしかも言われたキアヌの方はそれを恋人としては受け入れられないんだけどでもまあまあじゃあでもここで一緒に寝ようみたいな感じで言ってくれるんですね。はい、だからつまり気持ち悪いとか拒絶するとかではなくて、っていう決着をしてそれがリバー・フェニックスの発明だったんだって知った時にすごいそういうふうに俳優さんのっていうのがガスパン・サント監督自体は早くからゲイだとカミングアウトしてる監督なんですよね。はい、でゲイの当事者だけどこのキャラクターたちはノンケゲイじゃない異性愛者の子たちがやってるその男性のお客も女性のお客も取る談笑だっていう。でキアヌの方は、本当は市長の息子でお金持ちなんだけどちょっと反抗心からちょっとストリートに出てて、でリバーの方はそうじゃない階級なんですけどみたいな。でそういう子たちとしてのリアルっぽいシーンをガスマンさんとは書いてたんだけどリバーがなぜかそこで僕のキャラクターはキアヌのキャラクターのことが本当に好きっていう風な解釈をしちゃってでも作ったって。でもそれが当時のリアルにそういう子たちとしてはリアルじゃなかったとしてももうそのシーンで息を吹き込まれちゃったから、もうどれほどのゲイの若者とか私レズビアンの観客とかにもこう力を与えたかっていうことなんですよね。だからそういうふうにやっぱり息を吹き込むっていうのはすごい俳優さんの仕事っていうのはすごいことだなって思って、だからそこまで抜本から変えたってことはないかもしれないですけど25時赤坂での場合は、でもそうやって俳優さんたち自身もこの人たちが本当にいたら今の日本でゲイの若者であってで今恋に落ちた人であってみたいなことを、考えてた上でしっかり演じていらっしゃったっていうのを聞けるのはとてもなんていうかなんでしょうね嬉しいっていうのも変ですけど嬉しい話ですよね。はい、素晴らしいことですね。ということで楽しいお話を、聞きました。はい、今後もねまた羽賀さんが BL の監督をされることがあると今はBL ではないでもBL 好きの人はみんな多くの人が好きなポルノグラファーシリーズのダブル主演の飯塚健太さんが大きな役で出ていらっしゃるこの愛は間違いですかということですか。この愛は間違いですか。今日の時点ではまだ放映中ですね。そうですね。この愛は間違いですが飯塚さん目当てで見てる BL 好きの人もいっぱいいると思いますけれども今後も羽賀監督の BL 監督作が見れるといいなと思っております。いろいろちょっとまだ発表できないこといっぱいあるんですけどこれからもですねなんかありそうな感じですね。すごく楽しい作品を皆さんに提供できるように頑張りますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。羽賀隆監督でした。ありがとうございます。失礼します。